今回は水彩色鉛筆で風景を3つ描いていきます。使用している画材については動画下の説明欄に記載しておきますので、そちらも参考にしてください。それでは早速始めていきます。まずははがきサイズの紙にマスキングテープを貼ります。周りに1周と細いマスキングテープを使って3つに画面を区切っていきたいと思います。まずは一番左側の画面から描いていきたいと思います。下の方に、草原を描いて上の方に青空を描きたいので、まずはこの緑色の草原の部分を塗りたいと思います。ちょうど草原のこの端のあたりにマスキングテープで養生をします。このあたりまで草を描きたいと思います。半分よりちょっと下ぐらいに貼ります。でその下にユニのアップルグリーン870番で色を塗っていきます。で横向きにこのマスキングテープの縁ギリギリから塗ります。これくらいに塗れたら次に濃いめの緑色ですね、サップグリーン867番で手前の方だけ塗ります。手前から奥に向かって下の方から上の方に向かってだんだん薄くなるように少し色をつけておきます。でこのようになったら水筆で溶かしていきます。水筆は使う前に必ずこの筆の先に水分をしっかりと染み込ませてから使います。少し軸を押して水を筆先に出してティッシュの上でなじませておきます。でしっかり水分が染み込んだらこれを使っていきます。上の方から溶かしていきます。でマスキングテープの上からペタッと筆を大きくついて横に滑らせます。でそのままゆっくりと下に下がっていきます。こんな感じで溶かせたら筆先はティッシュできれいにしておきます。で縁のところにちょっと水が溜まってしまった場合は少しだけティッシュでほんの少し取っておきます。ドライヤーを使って乾かします。完全に乾いたらこのマスキングテープを剥がします。今度は草むらのこの線ギリギリのところにマスキングテープの上の端がかかるようにして貼ります。で上の方にユニのダークフタローブルー852番を塗っていきます。これも横向きにザザッと塗ってしまいます。こんな風に塗れたら溶かしていくんですが、その前にちょっとティッシュを小さくくしゃくしゃっとこんな感じで丸めておきます。でここにこう下の方に雲を描きたいんですけど、水で溶かしたらすぐにティッシュで押さえて雲の形を作っていきたいのでティッシュを丸めて用意しておきましょう。で水筆で溶かしていきます。筆の先に水分を含ませて、でちょっとやりにくいんですがこんな感じに、筆先を下にして上に向かって動かしていきたいと思います。ペタッと筆をつけてゆっくり横に動かします。そのまま上の方に動かしていきましょう。使い終わったら筆はきれいにして、で先ほど作ったこのティッシュの塊で下の方にちょっと入道雲っぽい感じに
上の方に向かって雲を作っておきます。これくらいになったら乾かします。マスキングテープの上に残っている絵の具はちょっと乾きにくいのでティッシュで押さえて、でこの真ん中のマスキングテープを剥がします。ちょっとこの端に青色がはみ出してしまったので水をつけて少しティッシュで押さえます。これぐらいになったら雲の部分に、消しゴムをかけてもう少し白くしたいと思います。ちょっとくるくるっと消しゴムを軽く回すような感じで、全部じゃなくてところどころでいいのでちょっと白っぽいところを作っておきます。で続いて手前の方に少し草を描いていきたいと思います。一番最初に塗ったアップルグリーン870番を使います。ちょっと手前にこう草の感じが出るように描いて、少し奥にも細かい草をちょっぴり描いておきましょう。奥の方は少し横向きに動かして軽く色をのせます。そしたらこの地平線ギリギリのところにちょっと緑色で林を描いていきたいと思います。サップグリーン867番を使います。ここの地平線ギリギリのところに線を入れて、でここに小さな林がある感じに木を描いていきます。最後にブルーの濃い部分にホワイト801番を使って飛行機雲を描きたいと思います。斜めにまっすぐに線を入れるだけです。白はちょっと乗りにくいので少し力を入れて塗りましょう。こんな感じで飛行機雲を描いて完成です。続いて真ん中の部分に夕焼け空を描いていきたいと思います。まずは下半分ぐらいに黄色を塗ります。レモンイエロー805番です。横向きに動かして半分くらいまで塗ってしまいます。で下のこの辺りが濃くなるように下の方を重ね塗りしてちょっと濃くしておきましょう。そしたらここの黄色に重ねるようにピンク色を入れます。ライトカーマイン827番です。で真ん中のあたりとだんだん薄くなるように黄色の方に少し色をかけます。でこの上の方もだんだん薄くなるように色をかけていきます。で一番上は紫色を重ねます。ブルーバイオレット837番です。で上から塗り始めてだんだん力を抜いて薄くしていきましょう。
ピンク色にかかるように薄く色をかけておきます。これくらいに塗れたら水筆で溶かしていきます。先ほどと同じように筆の先に水分をしっかりと含ませて、下の方から上に向かって溶かしたいので、筆先を下に向けて横に動かして溶かしていきます。マスキングテープの上から筆をペタッとつけて横に動かします。ちょっと水分が多すぎるときは少しティッシュで取っておきましょう。で、ゆっくりと左右に動かしながら上の方に向かって溶かしていきます。で、使い終わったら筆先はきれいにしてで乾かします。マスキングテープの上の絵の具は乾きにくいので、ちょっとティッシュで押さえておきましょう。で、下の部分に紫色、先ほど使ったブルーバイオレット837番で山を描いていきます。この下の方に三角形に山並みを描きましょう。そしたら塗ってしまいます。完全に塗りつぶしたら水筆で溶かしていきます。端の方からこの山のラインに沿って筆を動かしていきます。山の部分を水筆で溶かして使い終わったら筆はきれいにしておきます。で、山のこの部分も乾かします。こうムラが気になってしまうときは色鉛筆で重ね塗りをしてしまいましょう。こんな感じで整えて、でピンク色真ん中の部分を塗ったライトカーマイン827番で雲を描いていきます。この黄色い部分のところに軽い力でくるくるくるっと小さな円を描くようにして雲を描きましょう。で、下の方はちょっと横向きにまっすぐ線を入れて、この辺りにももう一つ描いてみます。くるくると小さな円を描いて、で下は横向きに、でいくつか横に線を引いてちょっと小さい雲も描いておきましょう。でこれくらい描けたら最後にブラック899番で鳥を描いていきます。芯の先は尖らしておいた方が描きやすいです。で小さく V 字を描いて、その先にピッと羽を描いておきましょう。で小さい鳥はただの V 字だけでも大丈夫です。こんな感じで真ん中の部分は完成です。一番左側には星空を描いていきたいと思います。で下の方はこの真ん中の部分を塗ったライトカーマイン827番を使います。で真ん中より上あたり4分の3ぐらいまでこのピンク色を塗ります。横向きに動かして
上の方まで塗ります。でこの辺りからちょっと色を薄くして、で下の方がピンク色、この辺りがピンクが濃いめになるようにしておきます。で上にはブルーバイオレット837番を重ねます。上からだんだん薄くなるようにピンク色の上に色をかけます。これくらいに塗れたら水筆で溶かしていきます。筆先に水を含ませて、でこの下から上に向かって溶かします。ペタッと筆をつけて横に動かしていきます。こんな風に溶けたら筆はきれいにしてドライヤーで乾かします。ドライヤーを使って完全に乾いたら白色ホワイト801番を使って星を飛ばしていきたいと思います。筆で弾いて星を作るので絵の具がかかっては困るところはティッシュをかけておきましょう。色鉛筆の先に水をつけて溶かしていきます。水筆よりは普通の筆を使った方が、水分のコントロールがしやすいので今回は普通の筆を使います。で水をつけてこの芯の先も水に直接つけてしまいます。でこの芯の先を溶かして絵の具を作っていきます。でこの絵の具を筆で弾いてここに星を飛ばしていきます。こんな感じで星を飛ばせたら、この芯の先は濡れたままだとグズグズにどんどん溶けてしまうので、必ずティッシュでしっかりと水分を拭き取って乾燥させておきましょう。でこの星の部分を乾かします。完全に乾いたらこの下のピンク色の部分に消しゴムで雲を作っていきたいと思います。で小さな円を描くようにしてくるくるっと消すとこんな風に白っぽくなってくるので、いくつか丸をくるくるして消して雲を描いていきます。でこの辺にももう一つ雲を描きます。これくらいに消せたらホワイト801番でちょっと重ね塗りをしていきます。芯の先が完全に乾いていることを確認してください。でちょっと寝かせてペタッと紙につけて小さな円を描くようにして雲の部分をもうちょっと濃い白色にしていきます。この雲の形も整えていきましょう。下の方はぼわっとぼかす感じにして、でもう一つ下の方の雲もくっきりさせていきます。こ
れくらいかけたら、ちょっとこの芯の先を尖らせて、この辺りに月を描いていきたいと思います。で、円を描くようにして三日月を描いていきます。最初細めに薄めに描いて、この右側をちょっと太く力を入れて濃いめに描いていきます。これで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画を楽しかったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。